やっと我が家に到着しました。ハズブロスターウォーズブラックシリーズからスターキラーとエンボの紹介。スターキラーの方は結構前のゲームのキャラクターで、エンボの方は CG アニメドラマのキャラクターだったんですけど、今年2026年の映画マンダロリアン&グローグにて実写で登場しましたね。その時のエンボですね。最初予告見たとき、ちびりそうになりましたよ。よし、では開けていこう。スターキラーからいこうか。よいしょ。いわゆるシスストーカーってやつかな、これは。よいしょっと。おー、このまがまがしさよ。ちょっとね、これ、悲しいキャラではあるんですよね、確か。では次、エンボ来たぜ。よいしょ。めっちゃ楽しみだった、これ。よいしょ。出てこい、エンボと。おー、よいしょ。ついにエンボが我が手に。よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、取り出しまして。まずはスターキラーから見ていきましょう。このキャラクターはスター・ウォーズ・アンリーシュドというゲームの主人公キャラクターで、自分そのゲームプレイしたのね、何年くらい前でしょうね。ちょっとこの辺記憶曖昧なんですけど、確かね、PS2 時代だったような気がします。多分 PS2。なので、かなり前になるかな、プレイしたの。でね、その続編のアンリーシュド2っていうのもありまして、それはね、Xbox 360でやったかな。いや、PS3 か。いや、360で輸入版を買ってやったんだっけか。マジであんまり覚えてないんですよ。でもね、2作品ともプレイしたのは間違いないんですよね。で、このスターキラー、見た目最初はこのようなものではなく、坊主頭のかっこいい青年だったんですよね。その青年が彼なんですけども、名前は確かギャレンだったかな。このギャレンのキャラデザインが個人的にぶっ刺さってゲーム購入したと言っても過言ではなかった。どうです？このキャラデザイン。めっさかっこよくないですか？で、すいません。またほんま全然関係ない話しますけど、自分昔ね、トレインスポッティングっていう映画見終わった直後、ほんと直後ですよ。美容室に直行しまして、坊主頭にしたんですね。でね、そこで大発見したんですけど、俺は壊滅的に坊主が似合わないっていうのが分かってしまったというね。なので、このギャレンのようにね、坊主頭似合う人、本当に羨ましいんですよ。ごめんなさい。すいません。話を戻して、ゲームの話をもうちょっとすると、ジャンルはアクションゲームで、ダース・ベイダーの弟子となり、スターキラーの名を冠し、ダークサイドとして物語を進めるという、一風変わった視点設定で楽しめるゲームでしてね。でね、もうネタバレすると、ゲーム後半では、ダース・ベイダーやダース・シディアスと敵対して、このギャレン、悲鳴に倒れることになるんですね。それで一応物語は終わるんですけど、一方で、ダークサイドエンディングというのがありまして、それはね、ダース・シディアスに洗脳された上、全身をサイボーグに改造されてシスストーカーと呼ばれるものになるんですけど、それが今回紹介するこいつというわけ。で、なんかね、いろいろ説明しましたが、本当言うとね、俺ね、冒頭にも言ったんですけど、このゲーム、1、2とも、プレイしたのは確かなんですけど、ほとんど内容覚えてなくてね。なんでね、レビュー前に YouTube でストーリーだけ見ながら記憶を掘り起こした次第。頭部を見てみましょう。いかにもスター・ウォーズの世界観といったデザインのヘルメット。シルバー、これは成型色かな？ 2 色使われています。ここの頬当てみたいな部分、ここは軟質。各部、傷や凹みが造形されていて、後頭部から配線のようなものが出ていて、これはジェダイでいうパダワンを想起させる。上半身、
一見シンプルなんですけど、存外情報量は多い。特に背面。肩アーマーはヘルメットより薄めのシルバーの成型色。というかグレーに近いかな。ベルトのバックルは、機能的に何かしら意味ありげなつまみなどが造形。左にこれまた何かしらゲージメーターなのか赤く塗装。そしてライトセーバー用フックが造形。右前腕部にはサイボーグ化された影響なのかシルバーの動力パイプのようなものが造形されている。そしてこのキャラクター全体を覆うまがまがしさの要因の一つと言っていいでしょう。手には鍵爪が造形。これがやたらかっこいい。両手の薬指にだけなぜか爪が造形されておらず、この意図はわからないですけど、これ個人的な見解として、これね、全部が鍵爪だと握力が著しく低下すると思うんですよ。人間って物握るとき、薬指と小指で支える割合が多いんですよね。自分筋トレしているんですけど、事実、薬指の付け根にばかり豆ができますもんね。ちょっと見づらいかな。なのでおそらくですけど、ライトセーバーを取り回しやすいように薬指にだけ鍵爪がないのではと愚行しますよ。背面、脊椎を保護するためか、もしくはこれまた改造強化したためか、背骨を補強したような造形、そこをシルバーで塗装。インジケーター部分の一部が赤く塗装されていていいアクセントになっている。下半身、3箇所から垂れ下がっている腰巻きはファブリック製。ワイヤーが仕込まれているので癖付けが自由自在。脚部はこんな感じで至ってシンプルな作り。可動範囲、まずは頭部。上はここまでいけて、うつむきこうでぐるりと一周回って傾きぐりぐり取れますね。肩にバタフライキッコーはなくて、腕横へはこうで、ぐるりと一周肩アーマーごと回りますね。腕の付け根で回って二の腕バイセップスありませんね。その代わり肘でこのように動き、肘はここまで曲がって、手首はね、ボールジョイントですね。このようにぐりぐり動きます。胴体接続箇所は腰のみですね。後ろへはここまでいけて、前はここまでですね。ぐるりと一周回って傾き少し取れますね。下半身、股関節に引き出し機構はなしで、足、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りここまでできて、足の付け根で回ってももにロールはありませんね。膝ここまでいけて、膝自体でこのように動き、足首後ろへはこう、前はこうで傾き取れて、つま先角はありません。付属品の方はライトセーバーが6本付属。ほふったジェダイのライトセーバーを己の獲物とし、トロフィーよろしく誇示している。ライトセーバーはセーバー部分から取り外すことができて、ベルトのフックにこのように、すべてのライトセーバーを設定通りに対等することができます。そしてハンドパーツは、そんなライトセーバーの持ち手が左右分。では次に、来ましたね。エンボ行きましょう。CG アニメスターウォーズクローンウォーズシーズン2にて初登場。その時のサブタイトルは7人の傭兵。説明は打足かとは思いますが、これは黒澤明監督作品7人の侍をオマージュしたもの。物語冒頭でも黒澤明を忍んでのテロップが入るほど。しかもこのエンボ、その7人の侍の登場人物の一人である俺の最も好きなキャラクター久蔵をモデルとしている。このエンボの種族名が久蔵という名前からも押して知るべし。また余談で申し訳ないんですけど、皆さん7人の侍ご覧になったことありますかね。まだ見たことない方いらっしゃったらね、機会があればでいいんで、ぜひご覧になってみてください。その迫力にね、度肝抜かされますから、マジで。映画冒頭に、野武士集団の乗る馬が映るんですけどね、その場面の躍動感がね、半端じゃないんですよ。
その時点で、この映画やばいってなりますからね、本当に。で、急増。これがまたえげつないほどかっこいいのなんのって。フィギュアの話に戻りまして、今回の商品、一つだけ残念な点がありまして、このエンボはね、犬科のような猫科のようなアヌーバというクリーチャーを従えているんですけど、非常に残念ながらね、そのアヌーバ付属しないんですよ。頭部を見てみましょう。網代傘もしくはサンド傘のようなデザインの帽子を着用。その質感がなかなかいい感じ。でもね、この傘、頭部に合うように形状されているとはいえ、乗せているだけなので保持力は皆無。剥がせる両面テープなので固定してあげてもいいかもしれない。で、この傘、かなり強度があり、シールドとしても使用。ブラスター程度なら難なく防御できる。事実、初登場回では野党のブラスターをこれで防いでいたし、映画ではね、ディンジャリンからの射撃を空中で防御していましたね。素顔の方はこんな感じになっていて、口のシルバーの部分、これ確かマスクでしたっけ？そんな口元を覆うネックウォーマーのようなもの、これは別パーツ。アニメだとオレンジ色だった鋭く光る装帽、フィギュアではご覧の通りグリーン。実写映画でもここオレンジ色だったような気がしますね。上半身、全体的に細身のシルエット。肩アーマー、胴体の衣装及びショルダーストラップは一体造形なんですけど、素体とは別パーツになっていますね。横から見るとそれがわかる。そんな肩アーマーは素材の質感が出ていて結構リアル。前腕部にはシルバーのガントレットを装備。下半身、腰のベルトと腰巻きは一体造形。そんな腰巻きは2枚が重なっており、それぞれが別パーツ。とは言ってもあまり開いてくれず、ここ可動にかなり影響しそう。すねはゲートルのようなものを巻いており、靴はこんな感じですね。可動範囲、まずは頭部。上はここまでいけて、うつむきがここまでいけて、ぐるりと一周はこのネックウォーマーが干渉するのでちょっとやりづらいですね。ぐりぐり傾きは取れます。肩バタフライキッコーがあるっぽいんですけど、あまり機能せず。腕横へはここまでいけて、ぐるりと一周できて、腕の付け根で回って二の腕バイセップスはありませんね。肘がここまでいけて、肘自体で動きます。手首はボールジョイントですね。このような可動。胴体接続箇所は腰のみですね。それを踏まえて、後ろへはこう、前はこうで、ぐるりと一周できて、傾きそこそこ取れますね。さあ、下半身、股関節に引き出し機構はなくて、前は頑張って、ここまでで、後ろへはここまで、股割り、ここまでできて、足の付け根で動いて、膝がここまで曲がって、膝自体で動いて、足首、後ろへはこう、前はこう、傾き取れて、つま先可動はありません。付属品いきましょう。まずはメインウェポンのボウキャスター。折りたたみ状態からこのように展開。ボウキャスターといえば、キャシークのウーキー族なんでしょうけど、エンボも愛用する。鎌のような武器が2振り。名称はわからず。プラ製なのでちょっと取り扱い注意ですね。ボウキャスターを装備させてみよう。しっかり両手持ちで構えさせることができます。多少古臭い見た目だが威力は関係ないと、某京介南部も言っていた通り、その威力はなかなかのもの。また射程範囲も長く、エンボも長距離からの狙撃を何度も命中させている。シールドハットの上に乗り、雪原を反りよろしく滑走してアナキン一派を追撃している場面を再現。かなり不安定な姿勢にもかかわらず、正確な射撃を披露していましたね。ジェダイに対して飛び道具の使用はかなりのリスクだと思うんですが、全く臆してなかったことからエンボが相当の手だれなのがわかるシーン。鎌を装備させてみましょう。少し保持力が弱いかな？映画終盤のディンジャリンとの一騎打ち。あのシーンは二人ともめちゃくちゃかっこよかったですね。
双方力量が等しいので、見ててハラハラしましたよ。ディンジャリンが終盤で入手したアンバンフェーズパルスブラスターでハットツインズに狙いを定める。エンボがそうはさせじと相棒のアヌーバをけしかけ、ディンジャリンの射撃をシールドハットで回転防御しながら高所より襲撃。エンボは鎌、ディンジャリンは剣を抜刀し接近戦闘へ。両者一歩も譲らずの激戦。やがて戦いは捨て頃戦へ移行。エンボはキャプテンアメリカよろしくシールドハットを投擲。命中し、速乾に戻ったハットを足毛にして手元へ回収。そしてハットをかぶり、唾を指先でシュッとなぞる。アニメの初登場回で見せた印象的なシーンを映画で再現というサービスっぷり。もって最後は戦況不利と判断するや即退却。職業柄寿命を全うできづらいバウンティーハンターにおいて、クローンウォーズをはじめ数々の戦場を生き抜けたのは、強さもさることながらこのしたたかさを有していたからでしょうね。ではサイズ比較、改めてギャレン・マレックと並べてみましょう。ギャレンのデザインほんといい。故に、このサイボーグ化はなかなかにショック。では、フィギュアーツのダース・ベイダーとブラックシリーズのダース・シディアスと並べてみましょう。このダース・ベイダーは、ドラマオビワン版ですね。レジェンズ設定ではあるものの、スターキラーはダース・ベイダーをほふるほどの実力者。では、先日レビューしたブラックシリーズのディンジャリンと並べてみましょう。エンボと比べた場合どうでしょうかね。個人的にはね、劇中もうちょっと身長差あったように思ったんですよね。あと1センチぐらいエンボが大きければサイズ合うかな。まあでもね、絡ませて遊ぶ分には全く問題ありませんよ。では最後に、一時期バウンティーハンターランキングナンバーワンにもなったキャドベインと並べてみよう。いいですか？ここからちょっとネタバレになりますよ。いいですか？いいですね。いきますよ。このキャドベイン、ドラマボバフェットにて倒されてしまうんですね。キャドベインはどこか己の技量に頼みすぎている嫌いがあった。そこが敗因かもと邪推する。なるほど、その実力は恐るべきもの。ジャンゴフェットなき後、当たり前のように頭角を現してきたのも頷ける。しかし最後はボバフェットに今日疲れ、あっけない幕引きとなる。非常にあっけない幕引き。かたやこのエンボ、決しておごらず、高ぶらず、自分の置かれた状況を冷静に分析し、機が熟してないと判断すれば決して動かず、代わって時期到来と見るや、猛火のごとく攻め立てる。そして状況が不利と悟れば、あらかじめ確保してあった退路で即撤退するというね。登場回数は少ないものの、ほんと魅力あふれる素晴らしいキャラクターだと思いますよ、このエンボ。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。